今回はサファイアのグラフィックボードです。AMD ラデオン R9380 搭載モデルの 2GB バージョンです。ハードオフの青箱に転がってました。見た瞬間にレジへゴー。お値段3000円。ヤフオクで6000円くらいで取引されてます。買いです。買い。使い道なんてないのに買います。何でも買います。腐れ下道ジャンカーですから。性能とか使用用途とか考えたことありません。壊れてたら気合で直す。そのまま動いたらラッキー。清掃とグリスの塗り替えして、ひたすらベンチを回し、暇つぶしに OC して、ほくそ笑みながら酒を飲む。ただの変態ジャンカーです。貧乏父さんの動画に、性能がとか、FPS がとか、ゴミだとか、知ってますよジャンク動画ですから。やっぱ GForce だなとか、ラデオンはさとか、関係ないねん。と田舎のドフの青箱にあったら速攻買う。おっさんがますます貧乏になる。ゴミ動画です。何を期待してか知らんけど、おっさんの動画に新品を期待するな。次回、期待に応えてそこそこ新しい GTX1650、交互期待。なんや、かんや言ってますが、このグラボは2015年6月に発売されました。小型の PC ケースにも入る、約 170mm のショートモデルです。でも、これはメモリが 2GB しかありません。4GB のバージョンもあるので購入時に注意が必要です。あと、これリネーム商法なので、ラデオン RQ285 とほぼ一緒です。注意してください。似たやつにラデオン RQ380X がありますが、380X は GPU コアが違うので純然たる新製品です。ですが、性能に大きな違いがありません。メモリを食うゲームや作業なら 4GB バージョンや X がいいかも。ここにボタンがありますが、BIOS と UEFI BIOS の動作モード切り替えが可能です。どっちがオンか知りませんけどね。映像出力端子がミニディスプレイポート ×2、HDMI、DVI、ミニ DP って使ったことある人っているの？ダイレクト X12、バルカン、オープン GL4.4 をサポート。バルカンって、クロスプラットフォームなグラフィックス API ってことくらいしか、知りませんが、響きがかっこいいですよね。グリスの塗り替えのため分解します。綺麗なので清掃はエアーだけします。サファイアテクノロジーは、2001年に設立された香港を拠点とするテクノロジー企業です。一般向けには AMD ベースのグラフィックボードを製造してます。サファイアは、HDMI コネクタを備えたビデオカードをリリースした最初の企業です。アザース、クロック速度が 1000MHz のビデオカードをリリースした最初の企業です。すげえな。常に最新かつ確実なテクノロジーに基づく、高品質な製品を提供することをモットーに活動してます。すごい企業なのに、NVIDIA 信者はサファイアのことを知らないので、いまいち、ピンとこないメーカーです。このグラフィックスカードは、ミニ ITX サイズに収まるコンパクトサイズですが、貧乏父さんはコンパクト PC を、一度も組んだことがありません。小さいのに高いマザーや電源、しかもケースまで高い。なんでやねん。普通小さいなら安いだろ。という理由から組んだことがありませんが、結局、コンパクト PC もロマンか。小さいケースに無理やり詰め込む。爆熱 CPU と爆熱グラボ。変態のロマン。私には無理。状態の確認中ですが、グリスが塗り替え済みでした。同類の仕業でしょうか？分解シールがないので分解済みは分かっていたが、清掃と塗り替えしてドフに売るなんて、いいやつだな。動画的には尺が短くなるが。コンデンサの確認ですが、焼けや脂っこさもなく、普通です。埃もないのでこのままいけそうです。台に何も書いてねえぞ。本当に本物か？不安ですが、大丈夫でしょう。この白いグリス、見覚えがあるぞ。貧乏父さん愛用の貧乏安物グリスじゃないか？液体が大量に出てくるグリス。グリスよりも液体が先に出てきてビッチョビッチョになるグリス。液体を吹いてからグリスを出す。面倒で話になりません。毎回この作業をします。事前に液体を出せばいいのですが、学習能力ゼロのおっさんなので毎回忘れます。奇襲で拭くのも面倒だが、まだ大量にあるグリス。グリスがなくなるまで面倒くさい。露骨に尺を稼いだので何もしないまま組み立てて、動作確認をします。動作確認用 PC を新しくしました。CPU は Ryzen 3 3100。マザーボードは ASUS プライム B450MA。メモリは DDR4 2666 8GB を2枚で 16GB。弱々 PC 構成です。何の問題もなく認識しました。UEFI がオンになってませんが、ボタンを押すとオフですね。せっかくなんで UEFI をオンにしました。負荷テストをします。はいじゃねえよ。眠たい中ポチポチと OK ボタンを押してたら、11になりました。マジか。全パソコンの 2% しか使用してない。黒歴史 OS です。罠です。11対応 PC をお持ちの皆さんは注意してね。
面倒くさいのでこのまま行きます。おっさん大好き。シネベンチ R15。オープン GL です。理由がわからんが赤と青が逆になってる。なんでやねん。小さいことは気にしません。結果です。127.18fps。やるな。今でも使えるかも。ついでに CPU も、874CB。弱 R15 の測定なんで、こんな感じです。ドラクエ10ベンチマーク。標準品質フル HD フルスクリーンで回します。ドラクエベンチを回す理由ですが、特にありません。そこにベンチがあるからです。当たり前ですが、ぬるぬる動いてます。グラボも 100% の貼り付きもなく、CPU も遊んでます。ラムも余裕があります。2万台は軽いですね。結果です。19162すごく快適判定。2万台はいきませんでした。こんな感じです。ドラクエ10で遊ぶ人には十分な性能だと思います。ちなみにドラクエ10オフラインスチーム版の推奨グラフィックは、ラデオン RX5500XT、GeForce GTX1063GB。無理。次。FF14 ベンチ。フル HD 高品質ウィンドウモードで回します。びっくりするくらい、普通に動いてます。でもグラボは 100% 貼り付き、温度もぐんぐん上がる、結果です。12065、とても快適。結構伸びた、ちょっとビビりました。なかなかやるじゃん。次。FF15 ベンチ、フル HD 標準品質です。色も綺麗でヌルヌルです。カクカクオーライ姉ちゃんも好きだが、ヌルヌルオーライ姉ちゃんもいいな。重たいシーンでも 30fps 以下にはならない。なかなか頑張ってます。結果です。4043。普通判定。普通判定でも普通に無理なグラボもありますが、普通に普通でした。普通すぎて楽しくないですけどね。次。グラボをオーバークロックします。ファン全開にしたらすげえうるさい。冷やすためにしゃあないが、冬場で寒いので部屋の暖房も全開。意味ないじゃん。実は夏場よりも冬場の方がグラボには負荷がかかる。暖房全開部屋のパソコンケース内は熱々です。パソコンガチ勢なら暖房は切りましょう。1200で回してますが。落ちた。1150は通りました。メモリクロックは意味ないが1650に設定しました。ドラクエ10ベンチ。落ちた。ですよねー。実はこのグラボ OC モデルなんです。色々やってますが、やっぱり OC モデルはクロックアップは無理ですね。小さいグラボも上がりにくい。最近のグラボも上がりにくい。今回は諦めます。次。今回は以上です。ジャンクノートパソコン沼にはまり、動画の編集をサボってましたが、貧乏父さんは元気です。Twitter は元気に活動してるので、暇な人は絡んでね。暇じゃない人も絡め、チャンネル登録と高評価もお願いいたします。さよならバイバイ。